こんにちは、マダムサライです。いつもご視聴くださりありがとうございます。さて、今回は視聴者様から最近多く相談を寄せられる W124 くんのオーバーヒート対策についてお届けしようと思います。ただでさえ高温多湿の日本、寒い国育ちのドイツ車が苦手とするのは無理もないことです。しかも基本設計から40年近く経過しており、我が家の最終モデルである W124 くんでさえ製造されてから30年近く経っています。したがってラジエーターの放熱効果は当然落ちておりますし、冷却ラインの目詰まり、送風ファンの能力低下など多くの車がオーバーヒート気味になっているかと思われます。幸い我が家の W124 くんはオーバーヒートの経験はございませんが、年を追うごとに酷暑になっていく日本、心配ですよね。ですので日頃のメンテナンス、これはとても大事になります。そして対策なのですが、これまでも諸先輩方の対策をいろいろと拝見させていただきましたが、私自身これはという対策に巡り合っておりません。したがってオーバーヒート対策、これは本来の冷却性能にきっちりとリセットするということに尽きると思います。なので今回はそのリセットについて、ウォーターラインの点検方法や DIY できる箇所のご説明、そして最後に全効果に関して私自身の体験談などをお話しさせていただこうと思います。それではどうぞご覧ください。それでは始めてまいりましょう。まず一番トラブルが多いのがラジエーターサブタンクです。漏れた形跡がないか、白い粉状なものがない、ついていないか確認してみてください。そしてこのラジエーターキャップは重要なので念入りにチェックしてください。このキャップはただ液が漏れないようにしているだけではありません。圧力をかけることにより冷却水の沸騰を抑えます。この黒い部分のゴムが劣化しますと圧力が逃げて冷却効果が落ちてしまいます。メルセデスでも定期交換部品となっておりますので、長らく交換されていない方、約2000円ぐらいですので交換することをお勧めします。あとタイプにもよりますが、このウォッシャータンク内にも冷却系統のラインが入っています。このラインでウォッシャー液を温め凍結を防ぐ優れものの機能なんですが、当然劣化しますとウォッシャー液にクーラントが混ざります。これはウォッシャー液の変色などや匂いで判別してください。あとウォッシャー液を出した時、油膜などがついていたら要注意ですね。あとアッパーホースやロアホース、リターンホースなどのホース類、ホースバンド、ホースの膨らみやひび割れ、そして触って柔軟性があるかどうかチェックしてみてくださいね。そして各センサー類もぐらつきがないかチェックしてみてください。そしてこのウォーターポンプ周辺、この下の部分まで目視で漏れがないかを確認してください。そしてサーモスタットはこの中に入っています。10ミリのボルト3本で止まっているだけなので、こちら3本を外すとハウジングは簡単に外れます。そして取り付けるとき、締め付けトルクは6ニュートンメーターです。次にオーバーヒートを助けてくれるラジエーターファンのチェックです。このクーリングファンがエンジンを始動して勢いよく回っていれば大丈夫です。その後落ち着いてきます。
なおエンジン始動直後でもゆっくり回っているようでは要注意です。その場合はファンの中央部にあるファンカップリングの不具合を疑ってください。ラジエーターのこの部分は虫とか汚れが特につきやすいので、洗浄しておくことで冷却効果はアップします。そして前の2つのファンが電動の補助ファンになります。電動ファンが正常に作動しているかの確認方法なのですが、このファンは2段階で回るようになっています。一つはステージ1と言われる低速電動ファン。これはエアコンスイッチをオンにして確認します。ただしエアコンの冷媒圧力が20気圧を超えていなければオンになりません。このステージ1の低速電動ファンが回らない場合は、ヒューズボックスのこちらの D のヒューズを点検してください。もしこちらに異常が見られない場合は、このボックスの上にリレーボックスがあります。ネジを外してボックスを開けますと、青いのが低速のファンリレーとなっていますので、ご確認してください。もう一つがステージ2高速電動ファン。これは水温が107度になってから作動するようになっていますが、この高速電動ファンが回るということは冷却トラブルが出ていると考えていた方が良さそうですね。あと途中からオーナーになられた皆さんには注意してほしいのですが、メルセデスのラジエーターは国産車と構造が違い、内部の冷却水道が極端に細く複雑な構造物をくぐり抜けながら流れることにより放熱効果を高めています。したがってラジエーター漏れ防止剤など誤って入れられると目詰まりを起こしてしまうんですね。この点はご注意ください。以上、一通り冷却系統のお話をさせていただきました。基本的な性能が維持されていれば、夏場が苦手な W124 くんもそうそうへこたれません。ただしクーラントなどはすぐに劣化するものなので、毎年交換をおすすめします。交換方法の動画を最終画面に貼っておきますのでご参照ください。またクーラントの規定濃度は 50% ぐらいですが、もし濃度を薄めて使用されるようでしたら 30% までは許容範囲とヘインズのマニュアルに記載されていますのでご参考までに。最後にラジエーターを含めた冷却ラインの交換なのですが、これはもしやるとしたらサブタンク、ラジエーター、ポンプ、ホースなど全部一緒にやってしまうことをおすすめします。これは経験談になるのですが、以前予防整備でラジエーターのみを交換したのですが、その後交換していないホースやウォーターポンプなどに負担がかかり、順々に水漏れが起きてしまいました。今までは同じ程度で劣化していたのでバランスが保たれていたようなのですが、一箇所新品になることにより圧力が高まり、弱いところが順番に水漏れを起こしてしまいました。ですので
交換するなら一式やってしまった方が工賃を考えてもお得だと思います。あと打足なのですが、エンジン内部にもウォータージャケットと呼ばれるクーリングシステムが存在します。これは特殊な溶剤で冷却系統を掃除するようなのでご参考までに。はい、いかがでしたでしょうか。 W124 くんのオーバーヒート対策 DIY、 この動画が参考になった、役に立ったと思われた方、チャンネル登録とグッドボタンポチッとどうかよろしくお願いします。そしてコメントもたくさんお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。